はい。じゃあ、今日のですね、マスケンの授業ですけども、いよいよ第10回ということになりました。今まで見てくださった皆さんありがとうございます。じゃあ今日はですね、二次不等式のその3ということで、前回の続きの話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、早速、例題ですけども、括弧 x-1 の2乗が正を解けという不等式です。これも私の経験上、出会った生徒さんがよく勘違いすることがありますので、今日も前回の話に続けて、しっかりと聞いていただきたいと思います。あるある回答パート2なんですけども、じゃあどういった回答なのかというと、x-1 乗が正ということは、事乗を外していいんだと。したがって、すぐにこういう回答を書く人がいます。x-1 の事乗が正ということは、簡単なんね、事乗外してもいいじゃん。ということで、これは一次不等式ですから、よって、x は1より大きい。答え。このように書いてしまう生徒さんがいます。これ実は大きな間違いをしてるんですね。では、なぜこのような間違いに至っているのか。前回もお伝えしましたように、こういった不等式を式だけで解くと間違いに陥りやすいんです。視覚、つまりグラフを用いて解くという大切さをお伝えしました。今回も同じようにやってみましょう。x-1 の括弧の2乗が正であるということは、前回と同じことになるわけですけども、左側の式を y イコールと置きます。そうすると、もう最初の頃からよく書いてきた二次関数のあるグラフの形になると思います。後で書いてみますよ。そしてこの二次関数のグラフの y が0より大きいわけですから正になるところ。y が正になるということは、x 軸より上ということですね。このように、グラフを使った解釈にし直します。さあ、実際の回答は。ですから、スペースもこれだけで十分です。何？横の方にグラフをちょっと書きましょう。あくまでも二次不等式を解くための手段ですから、神経質になる必要性はありません。括弧 x-1 乗。頂点の x 座標が1、y 座標は0ですので、こうですね。そして、下に一つのグラフを書きます。その中で、y 座標が0より大きなところ、x 軸より上になるのは、ここだけがちょうど接してますので、白丸となります。そして、それ以外ということですから、実は、ここ全部浮かび上がってますね。そして、左サイドのここも浮かび上がってますね。ということは、1の時だけ接して0になる。それ以外のところは、全部浮かび上がってきます。よろしいでしょうか。したがって、回答としてはこういった補助的なグラフを書いて、グラフより1より小さい、そして1より大きい。こうですね。スペース上書きませんけども、x イコール1以外の全ての実数と書いてもらっても結構です。よろしいでしょうか。では、こちらに3台。左側の式は一緒です。不等号の部分だけを書いてみました。少し時間を取りますので、演習してみてください。どうぞ。はい。では、回答してみたいと思います。左側の式は全部一緒ですので、先ほどのグラフを同じように書いてみましょう。ここでしたね。もう説明を一気にやっちゃいますから、下2つも同じように書いておきます。
よろしいでしょうか。さあ、そうしますと、まず丸1です。0以上。0以上ということは、x 軸以上ですね。以上ということは、1の時0になりますけど、ここも入れていいわけです。ということは、全部、印がついちゃいますね。ということは、それに対応する x の範囲ですから、全部になります。つまり、この答えは、不等号ですけども、解の表現は、言葉になります。よろしいでしょうか。さて、次です。0より小さい。ということは、これ、x 軸より下になります。ということは、今度は、x 軸より下ですけども、先ほどから書いてますよね。このグラフは x 軸以上ですので、該当する場所は一箇所もありませんね。ということはどう答えるべきなんでしょう。答えが一箇所もありませんので、解なしと。問題は不等号がついてますけども、答えは言葉になります。こういった不等式なかなか出会いませんけども、注意しておいてください。さあ、そうそう3番目、最後です。こうですね。x 軸以下。以下ということは、先ほども言いましたけども、x 軸上も含みます。ということは、ここだけは OK ですね。よろしいでしょうか。従いまして、これも答えはシンプルになります。形式だけで言うのもなんですけども、0以下という不等式なのに、答えは等式になっているということですね。こういった形にとらわれずに、共通していることは何度も言いますが、不等式はグラフを用いて視覚的に完結するといいんじゃないかと思います。次回、第11回、二次不等式その4を準備してますけども、もう一つ違うタイプをやりたいと思います。では、今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。